ニューオーリンズ第2弾。皆様、週末はいかがお過ごしでしょうか。僕は基本ですね、平日は家から仕事をしていて、夕方になると妻のケイトと一緒に、散歩に出かけたり、買い物行ったりとかしてますね。でまた週末になるとね、2人で過ごす時間がいっぱいあるんですけども、問題はね、もう2人がもうお互い趣味が多すぎて、でまたそれが全然違う趣味なんですよね。例えば僕はもうものすごくアウトドアーズで、もう例えば釣りとかキャンプしたりとか、あと狩猟に行ったりとか、そうやってもう本当外に出てもう自然の中で一人でもういろいろやるのが大好きで、僕は基本的にあんまり群れるのが嫌いなので、もう一人もうかっこよく行くともう一匹狼みたいな感じなんですね。かっこよすぎですかね。でね、妻のケイトの方は、もっと社交的で、そういうヨガの教室に行ったりとか、絵を描くそういう教室とかに参加したりとか、もうそうやって本当に外に出て、いろんな人と関わるのが好きなのが、妻なんですね。ちょっとこの夏は2人で、ちょっと旅行の計画立てていて、僕は個人的にすごく昔からバックパッカーで、もう今も30カ国以上この世界中旅してるんですけども、で2人結婚してからも1年に最低でも1カ国は新しい国にチャレンジしたいねっていう話をしてて、今年はちょっとね初のアフリカ大陸の方を攻めてみたいなと思っていて、具体的な国名はちょっと今内緒ですけども、そちらの方の動画もいつか旅をした時に皆さんにお見せできればなと思いますので、ぜひ注目してください。さて今回は、ニューオーリンズに行ってみたの後編ということで、もうニューオーリンズといったらそうジャズですよね。はい、今回はジャズについてと、また別で1個参加してきた、ゴーストツアーについてのちょっとお話を今回していきたいなと思います。もしまだね前編の方の、観光食それから歴史について語った前編の方をまだご覧になってない方は、下記にリンクを貼っておくのでぜひ見てください。ところで皆さんジャズって聞きますか？おそらくですね、好きな方は、それこそ家とか車の中でジャズ流したりとか、それこそ何かねジャズバーみたいなところに行ってスコッチとか揺さぶりながらジャズを聴くなんてイケてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。正直ね、僕はあんまりジャズは聴かないんですけども、妻のケイトはもう大好きで、結構ジャズの音楽かけたりジャズのコンサートに行こうって言っていつも誘ってくれますね。でそもそもね、なんでジャズって生まれたの、なんでニューオーリンズで流行ったの、ジャズの原点についてもねちょっと触れていきたいと思います。前回のね歴史編でも触れたように、ニューオーリンズっていうのは様々な人種がね入り混じる、そういう歴史的な背景がありました。まずフランス人の開拓、それからスペイン領に帰属で、その後またフランスに戻るんだけども、フランスの財政難からアメリカに売却で、そこからさらにアフリカから連れてこられた黒人奴隷、さらにフランスから来たその囚人であったり売春婦、そういったねもう歴史的な背景からも人種からもうごちゃごちゃに混ざっていったのがニューオーリンズだったんですよね。そんなね混沌としたニューオーリンズでは、フランス系スペイン系の、白人階級ですよね。それから階級としては下にある黒人の階級、でもねもちろんその人が一緒にね一つの町に住んでいれば、その白人と黒人同士で、カップルができたりして、結婚するなんてことももちろんありました。こうして、白人と黒人との間で生まれた、混血の子供を当時クレオールという言い方をしていました。クレオールたちは白人と同じ特権階級を受けることができたんですね。その白人と同じ待遇を受けるっていうことはどういうことかっていうと、もう即エリートですね。例えば教育で言えば音楽教育なんかもうヨーロッパスタイルの最先端の音楽教育をそのクレオールたちも受けることができたんですね。しかしアメリカの内戦、南北戦争が終結して黒人の奴隷解放が行われたのですが、実質的な自立基盤のない黒人たちは
は貧困状態が続き、それも相まって白人のその差別感情というものがずっと強く残っていきました。この間白人と黒人の根血であったクレオールたちは黒人の血が混ざっているということで、やはり黒人であるとみなされ、エリート階級にあった彼らがもう一気に差別対象へと落ちていったんですね。ただこのクレオールたちは音楽の教養があったため、その後ですね差別対象となったものの、例えば黒人間の音楽教育の先生となったり、またキャバレーの演奏者となって起用されていきました。話は少しずれますが、このジャズ以前にもですねニューオーリンズには黒人の労働者間の間で生まれたブルースという音楽や、黒人ピアニストたちが酒場で軽快に奏でるラグタイムという音楽も存在していました。このもともと黒人間で広まっていたブルースに、酒場でピアノ演奏されていたラグタイム、そこに持ってきてクレオールたちが西洋楽器を使用して音楽を奏でる、これらがミックスして化学反応を起こして生まれたのがジャズになるんですね。さらに前回の歴史編でも紹介した通り、ニューオーリンズではアメリカで初めて売春が合法化されたんですね。これによりもう街中でもう酒や賭博っていうのが活況を見せました。ジャズミュージシャンたちが音楽を演奏し、それに合わせて売春婦たちが客にアピールするために踊ったり歌ったりしていたんですね。これによりミュージシャンも売春婦もどちらも収入を得ることができるようになり、そのジャズミュージックっていうのが一気に広まっていったんですね。ニューオーリンズにおける文化の融合、当時の時代背景がこのジャズミュージックを生み出したと言っても過言ではありません。そしてもちろん今もですね、ニューオーリンズに行くとジャズを生で演奏して聴くことができる、カフェやレストランがあります。今回はそれを6つ紹介したいと思います。まず1つ目が Preservation Hall。 ここは最もニューオーリンズで有名なジャズバーで、今も伝統的なそのジャズ、ニューオーリンズジャズを演奏しています。2つ目が Snack Harbor Jazz Bistro。 ここはもうニューオーリンズでも最高峰のジャズバーで、プロのミュージシャンがジャズミュージックを演奏しているんですけども、それに合わせて美味しい料理がいただけます。3つ目が The Spotted Cat Music Club。 こちらはマリニー地区というちょっと離れた地区にある小さなジャズバーなんですけども、こちらはですね地元のジャズミュージシャンが演奏をしてくれます。4つ目がカフェ・デュ・モンドゥ。ここはですね前回の前編の観光食編でお話しさせていただいて、映像にもですね僕がドーナツを粉のたっぷり砂糖粉のかかったドーナツを食べる映像をお見せしたと思うんですけども、お店です。お店で、実はですねストリートミュージシャンが、来てですね定期的に来て音楽をやってくれるんですね。そこでもライブミュージックを聴くことができます。5つ目がメイソン・バーボン・ジャズ・クラブ。こちらはバーボンストリートというところにあるジャズ、バーで、こちらもプロのミュージシャンが演奏してくれます。雰囲気がすごくいいところです。最後6つ目が The Jazz Playhouse です。こちらもですねもちろんライブ音楽、ライブジャズミュージックを楽しむことができるんですけども、こちらはですねフレンチクォーターにある最高級のホテルの中にあるジャズバーになります。ちょっとねリッチな雰囲気を味わいたい方はそちらに行くことをお勧めします。さてトピックを変えまして、ニューオーリンズで参加したゴーストツアーについてお話したいと思います。いわゆるですね、民泊って、日本でもあると思うんですけども、それを検索することができる Airbnb っていう、アプリケーションがあると思うんですけども、Airbnb ってその民泊で泊まるとこだけじゃなくて、各世界のいろんな場所のその体験ツアーとかそういったものも検索して予約することもできるんですね。でそれで、ニューオーリンズに何あるのかなってこう見てったら結構出てきたのがそのゴーストツアーなんですね。なんでそんなニューオーリンズでこう検索した時にですねそんなゴーストツアーがいっぱい出てくるのかなってちょっと気になって、いろいろ調べたらですねニューオーリンズっていうのはものすごく曰くつきの場所っていうことが判明しました。ニューオーリンズではこの300年の歴史の中でもものすごくその未解決の殺人だとか奴隷への拷問とかその謎の死を遂げたとかものすごくいろんなそういった歴史があってですね、アメリカの中でも最も多くの幽霊が出る都市だと言われています。またニューオーリンズはですね海に面していながら海抜マイナス2メートルからプラス6メートルという非常に低い土地にあるんですね。でねニューオーリンズって墓地がもうたくさんあちこちにあるんですけども、
他のアメリカの都市ってその墓地は地下にあるんですね。地上には縦板みたいなのだけがあって、そこに誰々さんが亡くなったっていうその名前とかが記載されているんですけども、ニューオーリンズっていうのは地下が水浸しなんですね。そうすると地下に掘ってしまうと水によって腐敗したりしてしまうので、あえて地上に墓地を作っているんですね。ただですね、もう誰もがそうやって地上に墓地を作れるわけではなくて、もちろんお金のない人たちっていうのはどうしてもそういった立派なお墓を建てられないので、土を掘って塗装をしていたっていうこともあったので、今でもですねニューオーリンズではそこら中を掘ると人骨が出てくるなんていうふうにも言われています。さてここで一つニューオーリンズで実際にあった未解決の殺人事件についてお話したいと思います。 The Axeman of New Orleans、 ニューオーリンズの斧男。これは1918年5月からわずか17ヶ月間という間に起こった未解決の凄惨な事件で、6名の方が殺害されて亡くなっており、6名の方が負傷、致命的な負傷を負ったという凄惨な事件です。亡くなった6名の方および致命的負傷にあった6名の方っていうのは斧や鋭利な刃物、それからですね鈍器のようなもので殺害されております。犯行は決まってですね夜に行われており、裏口のドアをノミのようなものを使って開けてですね住人が寝静まっているところを襲うという凄惨な事件でした。またですねこの犯人は金品などには一切手をつけず、殺しのみが目的だったと言われております。当時のニューオーリンズの新聞ではですねこの事件がセンセーショナルに伝えられて、街中が震撼してですね、中には自警団を作って自分たちを守ろうっていう動きも見られました。1919年3月12日に犯人から警察署にですね一通の手紙が届いたんです。その手紙の中にはですねまるで犯行を楽しむかのようなですね文章が記載されており、また次なる犯行の予告も書かれておりました。ただですねその中には次の興味深い一文がありました。もしジャズバンドをやっている家族がいるならその人にとってはいいことだろう。火曜の夜にジャズをやっていない人間のところに斧はやってくる。その当時のですね街中はもう恐怖におののいて、もうこのニューオーリンズの街中のダンスホールがもうジャズの演奏で溢れてですね、各家々もですねジャズの演奏者ミュージシャンをですね雇ってですね、素人から玄人までみんな駆り出されて各家々でジャズを演奏したのです。ちなみにその夜殺人は起こりませんでした。これはねもう実際に起こった事件の一つで、またこれ以外にもねもう新聞に載るようなもういろんな凄惨な事件が、ニューオーリンズでは起きているんですね。で、またそれらのね事件が起こったもう場所とか、家とかも、そのまま現物で残っていて、ある場所はそのミュージアムになってたりとか、ある場所はもう実際にまだ人が住んでいたりとかしていてですねものすごく面白い街でした。さてここまでですね2回にわたってニューオーリンズのことについて触れてきましたが、どうでしたでしょうか。皆さんニューオーリンズに行きたくなりましたでしょうか。こんな幽霊の話した後に行きたくねえよってねこのようにね今回ニューオーリンズのことを語っていったんですけども、実はですね YouTube 開設してこれで1ヶ月経ちました。でねまだまだ本当に小さなね、チャンネルでまだまだ登録者の方も少しずつ増えてきているんですけども、またねいろんな方に見ていただいて、またコメントもたくさんいただいてですね本当に嬉しい思いです。これからもね少しずつこうやって頑張っていって皆さんにお届けしていきたいと思いますので、これからも、応援のほどよろしくお願いします。でですね、まだ登録していない方はぜひ登録してください。あとインスタグラム、僕のインスタグラム世界中30カ国以上行って撮ってきた写真がいっぱい詰まっているのでぜひチェックしてください。あとツイッター最近開けましたがほとんどつぶやいてないです。チェックしてください。